こんにちは、桜井です。今日の暗号資産市場はかなり大きな動きが出ています。ビットコインはわずか数日で 10% も下落し、イーサリアムには逆に機関投資家から巨額の資金が流れ込んでいます。さらに中国が人民元ステーブルコインの発行を検討しているというニュースまで出てきました。今日のこの動画では投資家にとって重要なこの3つのポイントを取り上げます。短期的なリスク、中期的なチャンス、そして長期的な市場構造の変化です。最後までご覧いただければ、今どんな視点で市場を見ればいいのかが整理できると思います。ぜひ投資判断の参考にされてみてください。まず最初のニュースは、ビットコインの急落です。ビットコインはつい先日まで過去最高値に迫る勢いで推移していました。しかし、この24時間で一気に下落し、現在はおよそ11万3000ドル前後で取引されています。週の初めの高値から見ると、実に 10% 近い下落です。背景にあるのは、ジャクソンホール会議です。特に FRB のパウエル議長の発言を市場が警戒していることが大きな要因です。利下げがあるのか、インフレにどう対応するのか、これによって金融市場全体の方向感が決まるため、投資家は一旦ポジションを軽くしている状況です。投資家にとって重要なのは、ここからのシナリオです。もしパウエル議長がインフレ抑制を強調するタカ派的な発言をすれば、さらに下落が続く可能性があります。一方で景気を支えるための利下げに前向きな姿勢を見せれば逆に大きくリバウンドする展開も考えられます。つまり短期のトレードをしている方にとっては発言前後のボラティリティが最大の注目ポイントとなってきます。次に注目すべきはイーサリアムです。この1週間だけでイーサリアムにはおよそ28億7000万ドルもの資金が流入しました。これは暗号資産市場全体の77% を占めていて、ビットコインへの資金流入を大きく上回っています。つまり、今の市場ではビットコインよりもイーサリアムにお金が集まっているということになります。では、なぜこれほどまでにイーサリアムに資金が集中しているのでしょうか？その背景には ETF の存在があります。7月にはスポット型のイーサリアム ETF に史上最高額の資金が流れ込みました。そして SEC が ETF でのステーキングを認める可能性があると伝えられたことで、さらに需要が拡大しています。投資家目線で考えると、これは非常に大きな変化です。ビットコインはデジタルゴールドとしての役割が中心ですが、イーサリアムは DeFi や NFT、ステーキングといった実用的な需要を持っています。その上で機関投資家が ETF を通じて積極的に資金を投じている。これは中期的にはビットコインよりもイーサリアムの方が値上がり余地を持っている可能性を示しています。皆さんのポートフォリオではビットコインとイーサリアムの比率はどうされていますか？もしかすると今後見直す必要が出てくるかもしれません。そして3つ目のニュースは中国の動きです。中国政府が人民元をベースにしたステーブルコインの発行を検討していると報じられました。狙いは国際決済の場でドルへの依存度を下げ、自国通貨である人民元の影響力を高めることです。これが実現すれば、国際金融の流れが変わる可能性があります。ドル建ての決済が当たり前だった世界で、中国が人民元ステーブルコインを押し出すとなれば、新興国を中心に利用が広がることも考えられます。そしてその波は暗号資産市場全体にプラスに働く可能性が高いです。投資家目線で見ると、これは長期的に大きな意味を持ちます。アメリカと中国が金融の覇権を競い合う中で、暗号資産がその舞台の一部になる。つまり単なる投機ではなく、世界経済の中での金融インフラとしての役割が強まっていくということになります。短期的には価格に直結しないかもしれません。しかし、このようなマクロの動きは中長期で投資判断に影響を与える非常に重要な要素です。はい、ということですけども、今日の暗号資産ニュースをまとめます。まず一つ目はビットコインの急落です。パウエル議長の発言を前に市場は神経質な動きを見せています。
短期トレードをしている方は、この発言内容に最大限注意する必要があります。二つ目は、イーサリアムに流れ込む巨額の資金です。ETF を通じて機関投資家が積極的に買いを入れており、今やビットコイン以上の注目を集めています。ポートフォリオの見直しを考える投資家も増えてくるかもしれません。そして3つ目は、中国が検討している人民元ステーブルコインです。これはすぐに価格に反映される話ではありませんが、長期的には暗号資産市場全体に大きな影響を与える可能性があります。このように短期、中期、長期、これらの視点で市場を捉えることが大切です。そして日々の暗号資産の情報を整理して、今市場はどのように動いているのか、これを客観的に見て投資をしていくっていうことが大切じゃないかなと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でもAI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。